事で何よりだ。うるさい。大義。思った以上に抵抗が少なかったが、それ以上に森の2人が気張ってくれた。ふてくされて燈子などは陣で焼け酒をしておる。骨がなさすぎてつまらんかったそうだ。クオン様、こたびの城攻めの状況が判明いたしましてございます。どうやら六角小艇殿調査したよし。逃げた？は、池田丸を落とした時に近習数名と共に落ちたとのこと。であるか。この後どういたしましょうか。まず城内を掃討せい。明朝まで交代で根津の番をつけておけ。闇に紛れて残党が暴れるかもしれん。御意。その後は三月麦穂の知らせを待って動きを決める。手配しておけ。かしこまりました。よくぞご無事でお戻りなさいました。あの爆発は健介殿のお手柄で。あの爆発があったればこそ平井丸を簡単に落とせたのです。ありがとうございました。お頭、おかえりなさい。ご無事で何よりです。はい、しのちゃんが指揮してくれましたから。いえいえ、私の指示を2人が忠実に実践してくれたからこそ良き働きとなったのですよ。だってしのちゃんの言うことなら間違いないもん。そうそう、さすが健介隊の軍師さんだよ。ありがとうございます。お頭も無事でよかったです。マリちゃんも怪我とかしてない？大丈夫？マリ全然平気なの。ケンスケがすっごく強くてびっくりしたの。大活躍だったようですね。でもあの女の子を気絶させた時の動き、マリはすごーって思ったの。女の子だと？ほう、続けろ。続けろと言っている。こんな式場だなんだこれは。であるか。ちょっとそこのあなた、この私を怪我した責任どう取ってくださるのです？あの健介様ですから
ご本人に記憶がなくとも無意識に少女を手ごめにして。お頭、私たちというものがありながらひどいです。けだものです。でもそこが好きっていうか、でもこういうのはダメだと思います。どういうことだ？そんなことを聞いてはおらん。貴様がそんなことをするやつではないのは十分に理解しているからな。ただ根っから女に弱くて手を出すつもりがなくても優しくて女を惚れさせ、同意のもとで手ごめにするのがうまい天下一の女たらしなだけだ、貴様は。だが女を泣かすことはせん。それだけは妻である我は胸を張って弁護してやれるぞ。ちょっとあなた方、この私を無視しないでくださいます。私を怪我しただけでは飽き足らず、公衆の面前で恥辱を味わわせるとは何たるけど。この私がデウスに代わって成敗して差し上げますわ。この後に及んでまだしらばっくれるんですの？私を気絶させ、いやらしい手つきで裸にひんむき、荒縄で乳房をなぶるように縛り上げ、身動きのできない私に両辱の限りを尽くしたではありませんの。若い女の処女を無理やり散らし、天津さえ腹目とばかりに小種を注いだその責任、取っていただきますわよ。決まっておりますわ。乙女の処女をペロリと美味しくいただいたあなたは、この私に一生かしずく奴隷にして差し上げますわ。そうですわ。もう生きているのが嫌と泣いてしまうぐらいひどい扱いをして差し上げるのです。例えば、春うららかな陽気を含んだ風を爽やかに受けながら畳の目を数えさせたり、例えば夏の蒸し暑い日に栗屋でおうどんをしこたま茹でさせたり、例えば秋の夜長に私が寝たとしても延々と朝まで子守歌を歌わせたり、例えば寒い冬の朝一番に裸で朝風呂の準備をさせたりして差し上げますわ。事情はおおよそ理解した。しかしまずは互いに名乗り合うべきだ。解決に向けて話し合うのはその後でも遅くはあるまい。確かに正論ですわね。しかしそうおっしゃるのでしたら、まずはあなたから名乗るのが礼儀でしょ。そうだな。我が名は織田上総介久遠信長だ。見知りおけ。耳悪か？ではもう一度聞かせてしんぜよう。我が名は織田上総介信長様。なんだ、聞こえておるではないか。どうした？なぜ答えぬのだ？我が名は蒲生中三郎梅松秀、六角家家老蒲生片秀が三女でございます。織田上総介様におきましてはご機嫌蒲生？
蒲生とは六角家の大黒柱と呼ばれるあの蒲生か？三女でございますれば跡取りではなく部屋住みでございますが。なるほど、六角の部屋住みか。クオン様、蒲生氏といえば六角氏の中核、織田家中に招き入れれば江南の人心掌握に役立つかと。梅とやら処女を散らされたという貴様の言は状況から見れば貴様の勘違いだと思うのだ。我はこやつのことをよく知っておる。女にだらしなく無意識に女を垂らし込むやつではあるが、無理やり手ごめにするような乱暴な男ではない。何せこやつは我の夫であるのだからな。クオン様の？そうだ、貴様も聞いたことがあるだろう。織田久遠の夫である田楽狭間の。田楽狭間の天井人？こいつが？そうだ、梅がここにいるのは何故なのか、事の次第を説明してやれ、健介。勘違いですのね。よかった。じゃあまだ私は処女なのですね。何を無礼なことを言うのです。最低ですわ、あなたって。肯定の仕方が間違えてるんですよ。お頭って時々無神経になるよね。そこを可愛いと思うのは身内にしかいないことを重々承知するべきかと。自業自得ですね。鈍感バカのざれ言はおけ。梅よ。貴様さえ良ければ織田のものにならんか？なります。ちょっとそこの無神経な方、うるさいですわよ。私ずっと織田家に、いいえクオン様に憧れていましたの。この乱世に舞い降りた革命の戦士、古き慣習に縛られずどんなことにも次々と挑戦していくその姿はまさに英雄。須俣に一夜で城を築いた方法など陰順な年寄りたちには思いつくことさえできなかったでしょう。その憧れのクオン様直々にご勧誘されるなんて。この蒲生梅、命を賭してクオン様にお仕えいたしますわ。我らは貴様を歓迎しよう。梅、励め。ありがたき幸せでございます。健介、こやつの世話をせい。健介隊で面倒を見てやれ。そんなクオン様、私の低層をこんなけだものに捧げろと？ご自分のことをよくお分かりのようで。誰もそんなこと言っておりませんわ。方針は変わらん。了見せい、健介。梅もだ。我の夫をよろしく頼むぞ。はあ。丹波と思ってしっかり鳴らせ。美月たちの到着を待つ。おそらく数日はかかるだろうが、その後都に入るつもりだ。
いや、麦穂たちに任せておけばよい。貴様も少し休め。あ、その、ありがとう。分かっている。なんだ。健介、お前はタイの方に戻るのか？そうか。いや、よしないことを口にした。忘れろ。うん。お頭って時々すっごく鋭いのに、時々すっごく鈍感ですね。これだもん。お頭、ひどいです。まったくです。普段はひょうひょうとやさ男を演じながら、肝心なところで僕年人なのですから。本当なの。健介はもうちょっと女の子の気持ちを考えた方がいいの。本当に気づいていらっしゃらないのですか？クオン様のお心を。クオン様がみんなの前なのに珍しく甘えていらっしゃったじゃないですか。そうですよ。なのにお頭は知らんぷりして。あれはふりではなく、本当に気づいていないのですよ。そんな健介様には慎んでこの称号を与えます。クズメ。そう言われても仕方ないことをしちゃったの。ちょっとあなた、仲間内で盛り上がるのは構いませんが、私はどうすればよろしいのです？私、クオン様からあなたの隊に入れと命じられたでしょ？もうお忘れになったのかしら？よしなに。ルイス・エーリカ・フロイス。もしや天主教の司祭様のルイス・フロイス様？はい、僭越ながら神の道を布教しております。もっとも今はクオン様に招かれ、織田家中にて武士としてご奉公する身ではありますが。そうだったんですのね。私も天主教を信奉しておりますの。洗礼名はレオと申しますわ。あら、武士にも奉教人がいらっしゃるのですね。共にデウス様の教えを広めていきましょう。はい、よろしくお願いしますわ。ただいま城内を探索してくださっております。残党が残っていると危ないですからね。それじゃあ私から自己紹介しますね。私の名前は木下藤吉郎秀吉、通称ひよこです。みんなからはひよって呼ばれてます。じゃあ次は私、ハチスカコロクマサカツ、通称はコロコって呼んでください。ふむふむ、ひよさんにコロさんですわね。しかと覚えましたわ。私ですね。
竹中半兵衛重治、通称は志乃。美の菩提三条城主にして、健介隊では軍略を担当しております。以後お見知りおきを。竹中というと、美濃の今孔明殿？稲葉山城を火星にて乗っ取ったという。今孔明という名乗りを自らしたことはありません。我が名は竹中半兵衛重治。それ以上でもそれ以下でもございませんよ。なんと、それほどの賢人がなぜこんないやらしい男のもとに。毒をもって毒を制すという言葉を実践しているに過ぎませんわ。おそばに。なんですの？あなたなんですの？服部半蔵正成、通称小波、松平家中より織田家中、健介様のもとに出向しお仕えしております。松平といえば三河の？は。なるほど。久遠様の幼馴染であらせられる松平家もこの男に力を貸しているというわけですわね。なんだか納得いきませんわ。却下ですわ。それよりこちらの方はどなたですの？戦場に立つにはまだ幼いような気もしますけれど。健介隊とやらはこんなわらべを動員しなければならないほど人材不足なのかしら。やはり頭が頭だから人が集まらないんですわね。今川自分の太夫氏真、通称はマリっていうの。今はね、健介の護衛をしてるんだよ。自分の太夫様ですって？今川自分の太夫様といえば東海一の弓取りであらせられた先代今川義元公のご息女ではありませんの？そのような行為のお方がなぜこのようなエロースな男のもとに？梅ちゃん、健介のこと悪く言っちゃダメなの。健介はね、すっごく強くて、すごく優しくて、すごくかっこいい人なの。なの。で、何ですの？名乗っていただいたからには私も名乗らなければなりませんわね。よいでしょう。古本、我が氏は遠く藤原秀里様を祖し、六角氏に壊れて客商となった六角家中が大黒柱、蒲生片秀が三女、蒲生忠三郎梅増秀とはこの私のことですわ。梅ちゃん、これからよろしく。梅さんですか？梅って可愛い名前なの。よろしくね、梅ちゃん。ちょっと皆さん、梅と気安く呼ばないでくださいます？でも可愛いの。マリは梅ちゃんって呼びたいの。ダメなの？それはずるいですわ。今川の親方様に懇願されたらお願いを聞くしかないじゃありませんか。はーい、梅ちゃん、これからずっと一緒なの。よろしくなの。はあ、よろしくお願いします、マリ様。様は嫌なの。マリでいいの。しかしながらマリ様は自分の太夫をいただく由緒正しきお貴族様であらせられます。無礼を働くわけには。そうそう、私たち
ちだって無意無感だけどマリちゃんって呼んでるよ。健介隊は身分とか血筋とか価格とかそういった格式ばったことはなしにしてるんだよ。ではマリさん、よろしくお願いしますわ。ええ、よろしくてよ。よくぞ聞いてくれましたわ。この蒲生梅、できることは数知れず、日の本の武士の誰よりも多彩だと自負しておりますの。兵の身体から知性は言うに及ばず、茶の湯からレンガ、果てはダメ人間再生まで何でもござるですわ。いきなりそんな大役をさせて、私つい先ほどまで捕虜だったのですわよ。そんなつもりは毛頭ありませんわ。一度織田に組みすると決めた以上、どこまでもついていきますわよ。まあ言いたいことはわかりますが、健介様はこういうお方ですので。ああ、ただ隊の運用に関しては毛ほども期待できません。何せ大将御自ら敵場に飛び込むことが大好きな方ですので、その点はご理解のほど。あら、なかなか度胸がありますわね。少しだけ見直してあげましょう。まあ私が所属する隊の大将ならばそれぐらいの気概がありませんとね。なんですの？いや、なんでもないよ。コーラちゃんどうしよう。梅ちゃんもしかしたらすっごくイノシシの人かも。そんな武者、裏方の仕事が多い健介隊でやっていけるのかな。わからないけど、多分きっとお頭が何とかしてくれると思うからお頭に任せよう。絶対お頭押し切られちゃうよ。確かに。どうしよう。ちょっとお二人さん、何の話をしておりますの？なんでもないよ。なんでもない。あら、誰に物を言っていますの？この蒲生中三郎増秀、戦うことに臆したことなど根性に生まれ落ちて以来ただの一度もありませんわ。この蒲生梅にお任せなさい。お頭、これからみんなで梅ちゃんとこなみちゃんの歓迎会をしませんか？歓迎会？自分もですか？当然だよ。梅ちゃんにこなみちゃん、一気に2人も仲間が増えたんだもん。大切な仲間が増えるってすごく嬉しいことだよ。その嬉しさをもっともっと味わうために一つのお鍋をみんなでつつくの。大丈夫です。ちゃんと計算してますから。ってわけで、コロちゃん、お鍋が食べたいよ。了解。でも、火をも手伝ってよ。もちろん。
お鍋お鍋。やれやれ、にぎやかなタイですこと。いいえ、楽の感情があればこそ人は生きていけるのだと私思っておりますから、精一杯楽しませていただきますわ。はあ。御意。健介様は？はい。ではお待ちしております。